はい、では滝波さん、今日はですね4種類冬瓜で作っていただくということで、まずはじゃあその1つの冬瓜で作れるんですよね。はい、4種類、はい、ではじゃあそれを切り分けていただくところから始めていただくということでお願いします。はい、お願いします。こちらのと大体中国系のスーパーでこういった感じで輪切りに売られているかと思います。でこちら厚さとかはもうちょっと厚い場合もあるんですけど、大体これぐらいの大きさでお買い求めできると思います。これを、切り分けていきたいと思います。大体これをまず半分に切りまして、よいしょ。でまた半分に切ります。で、ここのところに種と綿があるのでスプーンでかき出してもいいですし、ちょっと厚めに切ってで後でまた包丁で切っていただいても、かぼちゃの要領でそして皮なんですが、厚めに剥いてください。私はこれでここをちょっと見ていただくとまだ緑のが残ってるんですけど、これも取っちゃった方が口当たりがちょっと硬く残ったりしてしまうのでですね、綺麗に取れるように剥いてください。であと他の4つも同じように、綿を取って皮を剥いて準備しておきます。でこっちの方はちょっとスプーンで取ってみます。スプーンの方が楽ですね。スプーンでかぼちゃの綿を取る要領で取っていただけると。でまた気になるようでしたら小さく切り分けてからきれいに切ったらいいと思います。でこれを、4つの料理に使っていきます。はい、今日は4品、作っていくんですが、まずはじめに、固める必要のあるデザートの方からやっていきたいと思います。でこちらの、先ほど切った冬瓜の4分の1のに切った冬瓜を1つ取り出して、まず切っていきます。コンポート、りんごとか梨とかそういったののコンポートと全く同じ要領なのでそんなに難しいことはないんです。一応私はこんな感じで切ってみました。こちらを鍋に入れちゃいます。小さい方がいいとか大きい方がいいとかありますか？特には煮るから煮る上でっていうことですよね。でもコンポートだとやっぱり形が残るじゃないですか。食べ方によると思うんですけど、今日はあんみつ風にしたいなと思ってるので、食べる時はもう一回切ろうかなって思ってます。なるほど。はい、こんな感じで綺麗に鍋の中に敷けたので、これでこの大きさでやっていこうと思います。でここにお水を入れるんですが、お水は、冬瓜が煮えてほしいのでひたひたにこれぐらいですね。お水から冬瓜が出てしまうと、冬瓜が煮えないのでこんな感じでこれぐらいで入れてます。はい、ではこれを、火にかけて沸騰させていきます。はじめ強火よりちょっと弱い方がいいですかね。で、沸騰させます。はい、それでは沸騰してきましたのでお砂糖大さじ3入れますと、次レモン汁です。レモン汁大さじ1になります。今回はこの生のレモン絞ったやつを入れてます。でもまあ生じゃなくてもいいということですよね。はい。ちょっとこれスプーンで勝手に溶けるんですけど、ス
そういうのを混ぜて、あとはもうちょっと火をもう一回沸騰してきたら火を弱めていただいて、あんまりボコボコならない方がいいと思うんですね。でも弱火すぎず弱い中火ぐらいですかねぐらいで、透明になるまで、透明になると火が通って柔らかくなってくるので煮たいと思います。あ、消えちゃった。ちょっと待ってくださいね。ちょっと弱い方がいいですね。このぐらいかな。はい、これぐらいで、煮ていきたいと思います。はい、冬瓜を煮ている時に、このようにこの辺とかにアクが出てくるので、こういったのをちょっとすくって取ってあげてください。そしてもうだいぶ透明になってきたので火を止めて一つ、取ってみたいと思います。アクの泡はまた多少は残ってても大丈夫全然ですか？もう気にされない方はこれ取らなくても全然大丈夫だと思います。はい。で後でこの煮たシロップも使いたいので取っていただいた方がシロップの味がより美味しくなると思います。でこちらの冬瓜ですね、こちらに入れます。で透明になってで刺すとちょっと柔らかい感じです。でこれで冬瓜のコンポートは完成です。でこちらは、冷蔵庫に入れて冷やしておいてください。はい、アガーで作るよくあんみつに入っているこういう寒天風のものを作っていきたいと思います。アガーっていうのをご存知かもしれませんが、こういった感じのヘルスショップで売ってるもの、ヘルスショップとかで売ってるものとか、あとは、中央系のスーパーに行くとこういうパッケージで、売っています。でこちらと今日はこっちを使っていきます。でまず最初にアガーの方を測っていきますね。今日は 5g ですので 5g、よし、これで 5g になります。で初めに、砂糖とアガーの方をよく混ぜます。でこれ砂糖と混ぜないとアガーがうまく溶けないそうですので、これを必ず砂糖と最初によく混ぜておいてください。これぐらいしっかり混ざったらいいと思います。で次は、お鍋にお水を 250cc 入れます。このお水なんですけど、このお水は必ず常温の方がアガーがダマになりにくいです。冷たい水ですとか、あとはあったかい熱湯とかもダマになりやすいので、常温のお水を使ってください。で先ほど砂糖と混ぜたアガーをこのお鍋の中に先に入れます。で少しずつ振り入れながら反対の手でその都度混ぜながら入れていくと失敗が少ないかなと思います。この辺が寒天を使う時よりは気を使っていくところかなと思います。溶けるもんですか？そうですね、少しずつ入れていくとそんなに気にならない、よく溶けてる気がします今日。でこれで、こんな感じです。ちょっと色がついてる感じで、次にアガーの方を火を入れていきます。アガーも寒天と同じで、沸騰させて1分以上煮ないとうまく固まらないので、今から火を入れていきたいと思います。で沸騰するまでかき混ぜながら沸
騰させていきます。はい、アガの方が沸騰してきました。こんな感じでちょっとボコボコっと。ここからさらにちょっと火を上げて、さらに1分ぐらい煮ます。焦げつくこととかあるんですか、やっぱり。でも今日は寒天風でちょっと固めにしてるので、ひょっとしたらあるかもしれないです。ちょっとかき混ぜ続けないと。はい。とあとお鍋もお家で一番底の熱いやつが熱いお鍋がいいかなって思います。焦げつかないそうですね。ということですね。薄すぎると焦げついてきてしまうので。ちなみに揚げる目安っていうか止める目安って何ですかね。この1分ですか？どのぐらいからもうあと1分ぐらいかなみたいになります？ボコボコしてから1分ぐらいですね。なのでもうタイマーとかで測っていただくとか気にする人はそうですね、時計見ながらとか。火がでもボコボコしたまましてほしいので、でもあんまりボコボコしすぎると、離せばいいんですけど、しすぎずボコボコでもう1分経ったのでちょっと止めますね。1分以上経ってます。でこれでアガーを煮ると溶けたはずですか。で今日はこちらガラスの入れ物なのでそのまま、熱いまま入れちゃいますが、適当なお手持ちの方がプラスチックとかでしたら粗熱取ってから入れてください。先ほど、砂糖とよく混ぜてるので大丈夫かと思いますが、もう一度茶こしでこしながら入れていきます。ここでもしうまく固まらな溶けなかった場合ですねとかは取れますので。でこれを、もう本当に常温でも固まるので、ちょっと温度が落ちてくると固まってくるんですけど、もう少し温度が落ちたら冷蔵庫で冷やしてしっかりと固めていきたいと思います。はい、では冬瓜のコンポートの寒天風を盛り付けていきたいと思います。こんな風にアガーで作りました寒天のようなのが固まってます。結構硬そうですよね。そうなんです。これちょっと硬すぎるかもしれないんですが、ちょっと食感が好きだったのでこれぐらいにしてますけど、もうちょっと柔らかいのがいい方はお水の量を増やしていただけるともうちょっと柔らかくなると思います。ではこれを型からもうこんな風にペロンと取れるので、はい、こんな感じで。本当硬いですね。取れるので、寒天のように切っていきます。こんな感じかな。正方形にならなかったので、これぐらいの大きさに今日は切ってみました。じゃあこれを先にお皿に入れます。寒天というかアガーの寒天の方はお好みで量を増やしたり減らしたりしてください。でこちらに、最初に作ったコンポートがあります。よく冷えてます。でこちらが最初に作った大きさなんですけど、寒天の大きさと合わせる感じでこれを3等分に切ってあるのがこちらにあります。でこれも一緒に入れていきます。アロエみたいな感じですよね。そうですね。食感は結構アロエみたいで、ヨーグルトにこれを入れると本当にアロエヨーグルトの食べてる感じにがしますね。アロエより簡単ですよね。本当ですね。で、この一緒に煮たこの汁も入れてください。次に今日はキウイとイチゴを用意してますので、このイチゴを細かく切ったのをこの上に
お家にある果物何でも入れたらいいかなと思いますが、今でしたらブルーベリーとか、缶詰のフルーツの缶詰とかを入れてもいいと思います。あんこを好きなだけのせて、あんこ全然なくても大丈夫ですが、あるともっとあんみつみたいな感じになるかなと思います。でこちらはバニラアイスなんですが、バニラアイスもよいしょ、最後にキウイとイチゴをちょっと飾ろうかな。アイスとか、あとは抹茶のアイスとかもあったら合えると思いますし、本当お好みでいろいろ入れてください。次に冬瓜の和え物を作っていきます。また先ほど4等分した1つを切っていきたいと思います。まず半分に切って、どうしようかな。最初に半分に切った方がいいんじゃない。これで何ミリぐらいだろう。5ミリぐらいですかね。5ミリぐらい。もうちょっと5ミリもうちょっと薄い方がいいかな。切れましたので、ちょっとここのお皿にのせておきます。で人参次切るんですけど、で人参切った後に一緒に熱湯でさっと入れていきます。で人参です。次人参はだいたい4分の1ぐらいかなと思いますが、太さによっても大きさによっても違うんですけど、ちょっと、冬瓜と人参好きでしたら冬瓜と一緒ぐらいでもいいし、それは本当にお好みで、量を決めてください。でこの丸いのを縦に3つぐらいに切って、横から同じぐらいの厚さに切って短冊切りですかね。そうですね。ちょっとできれば冬瓜もこのように切りたかったんですけど、なんて言うんでしょう、最初の形がこういう風にならない形だったのでこうなってしまいました。同じぐらいの大きさの方がいいっていうことですか？そうですね。同じぐらいの大きさの方が見た目がいいなと思います。気にする方はもうちょっと小さく切っていただくっていうか、ちょっと人参多かったかもしれないです。こんな感じになります。はい、先ほど切った冬瓜ですがちょっと大きかったので、人参と合わせるように真ん中でもう一つ小さく切ってあります。ね、同じぐらいの大きさの方がいいって話でしたね。はい、そうです。で次にこちらを、さっと熱湯で茹でていきます。もうこちらに熱湯が入ってるので、これで火をつけてすぐ沸いてくると思います。沸いたらお塩を少し入れて2つまみぐらい入れていただいて、先に人参入れて、これ順番もどっちでもいいんですかね。人参の方が煮えにくいとかあります？そうですね。時差で入れた方がいいとかありますか？人参先に入れて、でも本当にさっと茹でるだけなので。まあね、生でも食べれるからね。そうですね。人参も生でも食べれるので、これでかき混ぜます。これで一回沸騰してきてからざるに取りたいと思います。来ましたね。はい、来ました。でこれでじゃあ火を止めます。でこちらのざるにあげちゃいます。ですね。ざるにあげてちょっと粗熱を取ってからまた水気を絞りたいと思います。では粗熱を取ってる間にドレッシングを混ぜていきたいと思います。酢、こちら酢ですね、大さじ2です。でこ
こちらが醤油になります。醤油が大さじ1です。でこちらは砂糖です。砂糖が小さじ1.5になります。でこれをスプーン。お酢はまあ何でもはいいいんですかね、ご家庭にあるのだったら。そうですね、お好みの、ただ、バルサミコ酢は合わないと思うんですが、何でしょう、日本のお酢でもいいですし、カナダのでしたらワインビネガーお好きでしたらワインビネガーでもいいと思いますし、あとは普通のなんて言うんでしょう、ホワイトビネガーっていうんですかね、それでもいいと思います。ただホワイトビネガーですとちょっとツンとなんて言うんでしょう、酸味が強いかもしれないです。あったら日本の酢がいいかなと思います。なんかよくね、リンゴ酢とかですか、体にいいとか言ってね、持ってる方いらっしゃると思うんですけども、はい、リンゴ酢でもいいと思い大丈夫。ます。はい。はい。でこれで混ぜただけですが出来上がりです。冬瓜と人参の粗熱が取れたので、ちょっと水気を絞ってドレッシングとあえていきます。ちょっとやっぱり水気が出ますので、あんまり強くすると冬瓜が潰れてしまう。冬瓜60% 以上が水分だそうですので。なんかね、だから水分がたくさんあるからむくみとかそうですね。予防になるっていうね話がありますけど、はい。ちょっと今回は人参が多かったかもしれません。人参が主張しすぎておりますが、彩りがね、はい。お好みでちょっと冬瓜入れてもよかったかな。でこんな感じで絞れましたので、ドレッシングとあえていきたいと思います。でこちらに先ほど混ぜ合わせたドレッシング、ドレッシングというかポン酢みたいな感じですね。かけて、ちょっとこの冬瓜と人参の量に対してこのドレッシングは多めかもしれませんが、お好みで少なくしたり多くしたりしてください。で最後に鰹節を1つかみぐらいで入れてさっと混ぜて出来上がりになります。本当に簡単ですね、はい、置いてあったらみたいなね。そうですね、今も粗熱が取れるのを待ちたくなかったので、はい、水でね、氷水で冷やしましたけども、でもこれ冷たい方が美味しいのでその手間が省けるかもしれない。もうこれで食べれるって感じで、ああ、そっかそっか、よかったかなと思います。じゃあ普通にやった方は冷蔵庫に入れるのもあり、そうですね。はい、はい、こちらで完成になります。はい、はい、次に冬瓜のサラダを作っていきます。先ほど4等分した冬瓜をまずはじめに切っていきたいと思います。最初にこれぐらいの薄切りにして、でから太めの千切りにしていきます。次にこれをこんな感じで、これぐらい、くっついてた、これがいいですね。これぐらいの千切りに太めにしていきます。で同じ大きさになるように5ミリぐらいですかね。5ミリですかね、こんな感じです。それよりも太くてもいいかな。はい。でこれを、ボウルの中に入れて、塩もみをして水分を出します。なのであんまり本当に千切りにしちゃうとかなりちっちゃくなっちゃうので、これぐらいでいいかなと思います。ではここにお塩を少し振って2つまみくらいですか。でこれでギュッギュッて揉んで水分を出していきます。こうすぐ出るもんですか？そうですね、出てきましたね。もうちょっとでも細くてもよかったかな。細くてもよかったかもしれないですね。細さで何がやっぱ食感ですか？そうですね、食感と、あとなんだろう、食べた時に柔らかくなっちゃって、
もうちょっと歯ごたえが残る感じの方がいいかな。これでまたギュッて絞るので、そうすると本当に何て言うんでしょう、食べた感じがなんか私はもうちょっとシャキシャキするってことですね。あしんなりよりかはね。よし、これでですね、汁がこんな感じで今出てきてますと、ギュッと、これからマヨネーズで和えていきたいので、かなりしっかりめに絞って、でお時間があればもうちょっと置いてもいいかなと思います。なんかこれだけ見ると大根みたいな感じなんですよね。で本当に大根で作るサラダと同じ感じで冬瓜も使えると思いますね。なんかなかなかね、冬瓜っていうとあったかい料理っていうイメージがどうしてもあるんですけどね。そうですよね。私もそうだったんですけど、なんかいろいろ調べてみたら冬瓜はビタミン C が結構入ってるそうなので、加熱しないで食べた方がいいっていうのがあったので、なるほどね、なんかサラダとか火をあまり通さない方がいいのかなっていうのも、結構美味しかったですね、これ。新鮮な感じ。冬瓜ってね、冬の瓜って書くんですけど、夏野菜なんですよね。そうなんですね、夏野菜で、なんで冬の瓜、すいません、書くのかっていうのもちょっと調べたんですけど、うまく保存すれば丸のままですと冬まで保存できるっていうことで冬の瓜というそうです。確かにね、でも水分多いのに冬まで保存できるってすごいですね。なんか丸のままだとできるそうですね。切らなければ。はい。でもこっちでは丸はあまり見かけないので、切ってありますね。はい。では塩もみして水気を絞った大根にツナ、今日はツナ缶これぐらい、この冬瓜に対してこれぐらいがいいかなと思いますが、もしツナの方が多い方がいいったら全然この辺はお好みで入れてください。ツナを入れて、ツナは特に、オイルに使ってるのでも水に使ってるのでもどちらでも、多分カナダは水に使ってるのが多いと思うんですけど、今日はたまたまなんかオイルに使ってるのを買ってきました。でこれで次に味付けはマヨネーズとあとは今日は柚子胡椒の方をちょろっと入れたいなと思います。もし柚子胡椒お家にないくてこんな粒マスタードがあるっていう方は粒マスタードでも美味しいと思いますので、ぜひお試しください。なんかこうパンチが効くようなものがあるとそうですね。ちょっと本当にこれ適当ですマヨネーズの量をそんなに気にしないで、大さじいくつとか全然測らなくていいと思うんですけど、味を見てお好みで、そうですね。混ざってれば混ざってみた感じ。柚子胡椒も少しちょっと5ミリから1センチぐらいですかね。味のアクセントになるぐらいなればいいので、あとサバ缶なんかもありますよね。カナダの確か売ってると思うんですけど、サバ缶とかあとサーモン缶でもいいと思いますし、イワシもありますかね。サーディンイワシね、イワシもいいと思いますし、あとあれ野菜もきゅうりとか色味が良くなるので、きゅうりとかあとセロリを薄切りにして一緒に入れてもいいと思いますし、トマト飾ってもいいしとか、いろいろ本当にお家にあるお野菜で合うと。これ見た目大根とツナのサラダみたいな感じで、こんな感じでもうこれで出来上がりです。なります。はい、こちらです。はい、次に冬瓜と鶏肉の炒め物を作っていきます。まず最初に合わせ調味料の方を混ぜていきたいと思います。お醤油大さじ2です。次がみりんも大さじ2です。
味噌大さじ1です。でこちら砂糖も大さじ1になります。ごまも大さじ1になります。あらかじめ混ぜておいてください。ちょっとお味噌が入ってるので混ぜにくいと思いますが、はい、じゃあ混ざったかな、混ざりましたかね。こんな感じで混ざってます。で次に、鶏肉と、今日は鶏もも肉、もうすでに骨を外して、用意してあります。こちらが、3つ塊ですね。とこちら先ほどの最後の冬瓜になります。冬瓜と、ちょっと青い色があった方が、青い緑ですがあった方がいいなと思ってピーマンを半分加えたいと思います。ではまず冬瓜から切っていきます。冬瓜は半分に切ってでこんな感じで薄切りに、こんな感じですね、切っていきます。はい、ではこんな感じに冬瓜が切れました。ピーマン今日半分って言ったんですけど、全然お好きな方は丸々入れていただいてもいいかなと。でこちらも半分に切ってこんな感じで、こんな感じですかね、切っていきます。はい、でこれぐらい、またちょっとこの横に置いておきます。次に鶏肉を切っていきます。こちらもうすでに骨を外してありますが、骨が入ってない、皮がない、こういった感じで売られている鶏もも肉と一緒になります。で今日3つ、鶏肉火を入れると縮むので、これぐらいあってもいいと思います。大体一口大ぐらいで、はい、ではこちらに鶏肉を置いておいて炒めていきたいと思います。はい、それでは、材料が全部切れたのでフライパンで炒めていきます。まず火をつけて中火ぐらいですかね。中火ぐらいですね。あんまり強すぎると、鶏肉が早く焦げちゃうので、こちらに油を大さじ1ぐらい入れて、でこちら鶏肉を最初に火を通していきます。もうちょっと音がした方が良かったかな。してきてますね。大丈夫ですね。はい。で今日は鶏肉ですが、豚肉でも合いますし、ひき肉、冬瓜とひき肉の煮物なんかもあるのでひき肉でも合いますし、その時にお安いお肉で、お安いお肉は安くなくてもいいですけど、その時にあるお肉でいいと思います。鶏肉もね、最近お値段上がって、特にね、骨なしを買おうとすると結構値段が高いですけども、はい、今日はもう事前にさばいていただいたんですよね。はい、ただもしさばき方が知りたいという方はぜひ前回ですね、放送させてもらったものを見ていただくと、鶏肉の八幡巻きをやるのにさばいているところを写しましたね。はい、はい、そこをぜひ見ていただいて参考にしてさばいていただいたらと思います。でちょっと鶏肉のももなので油がたくさん出てくるので、ちょっとペーパータオルで油をやっぱり取った方がいいんですね。なんか美味しそうなイメージが。そうですね。全部は取らない方がいいと思うんですけど、あんまり油がありすぎるのもこってりしすぎちゃう感じなんでしょうかね。ささみとか胸肉でもいいと思います。その際は薄くそぎ切りにしていただいて、火が通りやすいように、してください。鶏肉はしっかり火を通したので、もうちょっとやりますね。はい、で
はこれぐらいちょっと焼き色がついて美味しそうになって火が通ったらチキンを一旦お皿に取り出します。火を止めて。同じフライパンで、この冬瓜とピーマンを炒めていきますが、ちょっと焦げがついてしまったのでペーパータオルで一回拭きます。焦げたところを拭いたので油をもう一回ちょっと足して、次に冬瓜とピーマンを炒めていきます。もうちょっと弱火で、中火ぐらいで炒めていきたいと思います。これも冬瓜が透明になってきたら火が通ったということなので、透明になるまで炒めてください。結構時間かかりますか？透明になるまで。そこまではかからないと思うんですが、まあね、さっき茹でた時もそんなにかからない、そうですね、結構すぐに、なので、でも、すぐ、そうですね。もうなんとなくね、外がしんなりしてきた今。はい、この辺がちょっと色が白いのが変わってきたので、ちょっと弱め。ちょっとこの辺色が変わってきてますね。調味料を入れてちょっと煮絡めるので、そこまで全部が全部透明にならなくても大丈夫です。ちょっとこれで混ぜていくとちょっと色変わってきたんですが、そうですね、ちょっと透明が分かります。はい。混ぜてピーマンの火を通して、今日ピーマンがあったのでピーマンにしましたけど、今でしたらアスパラとか、インゲンとか、あとは多分人参とかも入れると綺麗ですし、人参とか玉ねぎとか野菜いっぱい入れてもいいと思います。ごま味噌合うと思うので、ナスなんかもいいかもしれないです。いいですね。でも何を入れてもいいんだけど、この2品でも十分できるっていうのがいいですね。そうですね。はい。冬瓜とお肉だけでも全然、だいぶ透明になってきたので、お肉を先ほど炒めた鶏肉を戻し入れます。でちょっと混ぜまして、でここでちょっと弱めて。今極弱火みたいな感じですかね。そうですね。合わせておいた調味料を入れます。ちょっと今日の冬瓜は小さめだったので調味料をちょっと調整して少し火を中火ぐらいにします。でこれで煮絡める感じですね。はい、これぐらい絡まっていい色になったら火を止めます。でこれをこんな感じになってきました。はい、それでは4品出来上がりましたので、試食してみたいと思います。次に、炒め物とこちらの和え物の方を食べてみたいと思います。いただきます。冬瓜にもちゃんと味が染みて美味しいです。タレ優しい味ですね、結構ね。しっかり味付いてるけど、食感も残ってる感じでね。でタレが結構今回多めにあったので、このままご飯にかけてもどうだろう、そうですね、いいかなって。丼にもなりそうですよね。
クは結構いいかもしれないですね。このタレが合いそうな感じがします。タレが絡まりやすいので、はい。一度私豚肉でも作ったんですけど、鶏の方が断然なんか合うなっていう感じがするので、ぜひなんかもも肉で作っていただくとより美味しいかなと思います。と言ってる間にこちらの和え物の方も食べてしまったんですが、なんか一緒に食べるとお口直しになってさっぱりとそうですねいただけるので、同じ冬瓜なのに、全然違うものみたいで、さっぱりとしてるので、ぜひ一緒に作っていただくといいかもしれないです。じゃあこちらのサラダ、マヨネーズと柚子胡椒であえたサラダの、ちょっと今日はミニトマト半分に切ったのとセロリを飾ってみました。彩りが良くなってね、いいですよね。すごいシャキシャキしてて美味しいです。こちらは生なのです。大根ほどなんかこう、なんていうんですか、独特な味がしないっていうか、癖が全然ないので、何にでも。で今日これマヨネーズが、キューピーだったんですけど、宣伝してるわけじゃないんですけど、これがもしね、例えばカナダの、キューピーじゃない、キューピーはビネガーが多分強いのかなと思うんですけども、そうじゃないものであれば何を足したらこんな味になりますかね。私は、キューピーじゃなくてカナダの使うんですけど、その上お塩とお酢を入れます。でもあんまり酢を入れすぎちゃうとビチャビチャしてきちゃうので、結構塩濃いめで、あとそうだ、胡椒も入れた方がいいかな。今思いついたんですけど、これちょっとごま油垂らして混ぜてもいいかなって思います。はい。美味しいです。じゃあ最後にこちらのあんみつ風の方。私もちゃっかりミニをいただきます。本当だ、アロエみたい。そうなんです。アロエよりか柔らかいけども、でも本当に口の中で溶ける感じですね。で、混ぜてびっくりです。食べてほしいです。あんこも。あんことね。あんこも。バニラいいですね。はい、バニラとこのなんて言うんでしょう、このレモンの効いたこのタレがすごく合うなと思って。缶詰のタレみたいにこうしつこくないですよね。本当に優しい、タレが。ぜひタレを入れてほしいですね。はい。いやー、これはどの品も暑い日にもぴったりだし、冬にもトロントだとね、結構冬瓜一年中手に入るから。そうですね。冬でも見かけるので。いいですよね。でもやっぱり冬瓜っていうと本当にひき肉のあんかけとかみたいに、あったかいものっていうイメージが強いと思うんですけど、今回のぜひ新しいなんか発見というかね、私なんかは初めてだったんですけれども、ぜひ夏にも冬にもそうやって楽しんでいただけたらいいですよね。はい、そうですね。はい、では今日、4品のご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。